こんにちは、まいです。去年の年末に大掃除をされた方も多いのではないかと思います。新しい年が明けてお家がきれいな状態になっている今こそ、日々の掃除を習慣化して快適な空間を保っていきたいものです。私の家では日々のついで掃除や定期的な掃除、さらに汚れさせない予防掃除を心がけてきました。今回は私たちが実践している掃除の工夫を総まとめとしてご紹介します。皆さんの日常にも取り入れられるものがあれば嬉しいです。それでは行ってみましょう。私たちが大切にしているのは、大掛かりな掃除が必要になるほどの汚れをためないことです。そのため、日常の家事や動作のついでにちゃちゃっとできる簡単な掃除を取り入れてから、普段目につくところはきれいを保てるようになり、毎日気持ちよく過ごすことができています。ついで掃除自体に大変さを感じると、続けるのが難しいと思われるかもしれませんが、掃除が苦手な私たちでも、これなら続けられると実践中のついで掃除の方法をご紹介します。一つ目のついで掃除は、お皿を洗うついでにシンク・排水口掃除をするです。排水口はぬめりや匂いが発生しやすく、汚いというイメージから掃除が億劫で後回しにしがちな場所でした。その結果、汚れがひどくなっても見て見ぬふりをしてしまい、また放置するという悪循環に陥り、最後は排水口を見るのも触るのも嫌になってしまっていました。しかし今では、夜ご飯後のお皿洗いのついでに排水口掃除をすることが習慣になっています。以前はお皿洗いと排水口を同じスポンジで掃除していましたが、衛生面を考えて使い捨てスポンジに切り替えました。今使っているのはカインズの毎日取り替えスポンジという商品で、30枚入りで298円です。使い捨てスポンジは衛生的で、お皿洗いだけでなく掃除にも気軽に使えるメリットがあります。1日1枚を基本に、その日の最後にシンクと排水口を掃除してから捨てています。デメリットとしては、普通のスポンジより1枚が薄手で持ちにくいこと、泡立ちが弱く途中で洗剤を追加する必要があること、そしてランニングコストがやや高めな点が挙げられます。とはいえ、最初は使いづらさを感じることもありましたが、今ではすっかり慣れて自然に使いこなせるようになりました。洗い物が多いときは2枚重ねにすると厚みを調整することができます。1日1枚使っていくと1ヶ月298円のコストがかかりますが、使い勝手と衛生面を考えると現時点での最適解かなと思っています。2つ目のついで掃除は、食器拭きのついでにキッチンの拭き上げをするです。まずは食器洗いの前にウェットティッシュで調理時に出た大きな汚れを簡単に拭き取っておきます。それから食器洗いをしていくのですが、水切りかごがない我が家のキッチンでは、洗った食器はひとまずびしょびしょのままキッチンに置き、布巾でその都度拭き上げるようにしています。食器を拭き終わると、シンク周りやキッチンに水滴が残ったままになってしまうので、食器を拭いた布巾でそのままキッチン全体を拭いていきます。最後にアルコールスプレーをかけて除菌し、細かい汚れを拭き取ればキッチンのリセットは完了です。食器拭き用のクロスは定期的に買い替えるため、
新しい商品を試すことが多く、今は拭き取るの食器拭きクロスを使っています。今まで使ってきたものよりサイズも大きく、使える面積が広がって食器も拭き取りやすくなりました。吸水性も十分にあり、拭き取り跡が残らず快適に使えています。これまでいろいろな商品を試してきましたが、この拭き取るのクロスはとても気に入って使っています。3つ目のついで掃除は、洗顔のついでに洗面台と鏡の拭き上げをするです。以前は顔を洗った後に蛇口周りの飛び散った水滴を放置していたため、水垢がこびりつき、掃除に余計な時間を取られていました。今では顔を洗ったついでにびちょびちょになった洗面台周りと鏡を拭き上げるようにしています。食器拭き用のマイクロファイバー布巾を買い替える際、古いものを捨てずに洗面所の拭き上げ用タオルとして再利用しました。洗面所下に収納しているので、その場から動かずワンアクションで掃除ができ、使い終わったらそのまま洗濯機へ放り込んでいます。4つ目のついで掃除は、お風呂に入るついでに浴室の掃除をするです。私の家では最後にお風呂に入った人が掃除をするというルールがあります。掃除は必ずお風呂から上がる前に行い、専用の洗剤は使わず、普段使っているボディーソープで掃除をしています。この方法を取り入れて数年経ちますが、水垢やカビが発生することはなく、常に清潔な状態を保てています。掃除が終わった後は、体を拭いたバスタオルで浴槽内の水気を拭き上げるだけ。これで完了です。以前は頑固な水垢がついてしまい、高額な専用洗剤を買っても落ちず、涙目になりながら掃除をしていたこともありました。しかし今ではボディーソープでのシンプルなついで掃除を続けるだけで、お風呂場を気持ちよくきれいに保つことができています。お風呂が清潔で快適だと、リラックスできる時間がより一層心地よく感じられます。5つ目のついで掃除は、トイレのついでに便座裏の拭き掃除をするです。便座の裏側は普段目にする機会が少ないため、気づかないうちに汚れがたまりやすい場所です。そこでトイレに行くたびに便座の裏をトイレットペーパーでさっと拭き取るようにしています。この簡単な一拭きを習慣化したことで、汚れが気にならなくなり、トイレ掃除への抵抗感も減って、自然と気持ちよく掃除ができるようになりました。6つ目のついで掃除は、洗濯物をしまうついでに乾燥機のフィルター掃除をするです。洗濯乾燥機を毎晩回しているのですが、使うたびにフィルターにほこりがたまり、ここの掃除を怠ると乾燥に時間がかかったり、目詰まりを起こして故障の原因になったりしてしまいます。そのため、洗濯乾燥機を回した翌朝、洗濯物をしまうついでにフィルターのゴミを掃除機で吸っています。掃除機で吸うだけでも毎回きれいになりますが、それだけでは網目に目詰まりを起こすことがあるため、定期的にぬるま湯で洗い、しっかり乾かすようにしています。7つ目のついで掃除は、
家を出るついでにロボット掃除機をかけるです。私の家で使っているロボット掃除機はルンバのコンボ J7 プラスです。掃除機と床拭きを同時にこなしてくれる機能がついており、毎日1回稼働させています。家にいる時間だと音が気になるため、仕事や買い物で外出をするついでにロボット掃除機をかけるようにしています。ロボット掃除機のおかげで床には極力物を置かなくなり、ほこりがたまる場所も少なくなりました。掃除後の床は細かいほこりも目につかなくなるので、子供がハイハイしていても安心して見ていることができます。8つ目のついで掃除は、テーブルを拭くついでにプラスアルファの拭き掃除をするです。リビングにあるこのコルクのテーブルは、普段は私のデスクとして使いながら、食事の時には家族が集まるダイニングテーブルとしても活躍しています。食事の前後には除菌シートでテーブルを拭くのが習慣ですが、テーブルだけを拭いて終わりではなんだか物足りない気がして、そのシートで気になったところもついでに掃除するようにしています。テーブルを拭き終えた後、除菌シートを片手に窓のサッシやゴミ箱の奥など、普段は掃除が行き届きにくい場所をさっと拭いてみる。こうしたちょこっと掃除を続けているうちに、普段は見過ごしてしまうような細かい場所も気づけばきれいを保てるようになりました。次は日常のついで掃除からほんの少しレベルアップさせて、普段見落としがちな場所や毎日しなくても大丈夫だけれども、定期的に手を入れるだけでお部屋がぐっときれいになる定期的に行っている掃除方法を7つご紹介します。1つ目の定期的な掃除は、バススポンジと中性洗剤で洗面台掃除です。私の家の洗面台は以前メラミンスポンジを使って掃除をしていたせいか、コーティングが剥がれて傷つきやすくなってしまいました。掃除を怠ると時々ピンク色に変色することがあり、最近になってそれが赤カビだと気づきました。赤カビは黒カビより繁殖力が強いため、発生を防ぐために週1回の頻度で洗面台掃除を行うようにしています。スポンジと中性洗剤を使えば、汚れが軽いうちは簡単にきれいにすることができます。スポンジはお風呂掃除でも使っているバススポンジを使っており、洗面所からの動線も近いためとても便利です。2つ目の定期的な掃除は、塩素系洗剤で排水口とトイレ掃除です。洗面所とお風呂の排水口、あとトイレの便器内はできればあまり触りたくない場所です。頻繁にブラシでこすらなくても済む楽な掃除方法はないかと試行錯誤してきた結果、塩素系洗剤をかけるだけというスタイルにたどり着きました。3日に1回程度塩素系洗剤をかけるだけで、水垢や黒カビなどの頑固な汚れに悩まされることがなくなりました。塩素系洗剤をかけても落ちない汚れが出てきた場合は、ブラシやスポンジを使いますが、簡単に汚れが落ちます。ちなみに私の家ではドメストを使っていて、トイレや排水口に回しかけたら 2,3 分置いた後に水で流すようにしています。他にもおすすめの洗剤があったらぜひ教えてください。
3つ目の定期的な掃除は高圧洗浄機で窓やベランダ掃除です。ベランダは砂ぼこりがたまりやすい場所で、以前は億劫ながらにもブラシでこすり洗いをしていましたが、去年ついに高圧洗浄機を購入しました。水圧も強力なので汚れがさーっと落ちていくのが楽しく、手軽にきれいにできるようになりました。ただし稼働音が大きいため、同じアパートに住んでいる方が不在の時間を見計らって使用するようにしています。4つ目の定期的な掃除はベッドシーツの洗濯です。寝ている間汗をかいていないようでかいていて、ベッドシーツに皮脂やフケなどが付着します。これがダニやカビの繁殖原因になるため、基本的には週1回の頻度でベッドシーツを洗濯するようにしています。シーツと毛布だけなら自宅の洗濯乾燥機で洗うことができ、天気に左右されず休みの日に済ませることができるので、とても助かっています。5つ目の定期的な掃除はコンロ下の掃除です。IH コンロ自体は毎日のついで掃除できれいを保てていますが、コンロの隙間や下は手が届きにくく、徐々に汚れが溜まってしまいます。そのため週に一度は IH コンロを移動させて、隅々までしっかり掃除をするようにしています。コンロ周りの汚れに使っているのはカインズホームの使い捨てマイクロファイバークロスと中性洗剤です。油汚れも使い捨てだと気軽に掃除ができ、拭き跡も残りにくいのでずっと愛用しています。6つ目の定期的な掃除は階段掃除です。玄関を入ってすぐに階段がある間取りなのですが、ここはロボット掃除機が対応できない上に、空気の流れでホコリや髪の毛などが溜まりやすい場所になってしまっています。そのため、月1ぐらいの頻度でホコリや髪の毛が目についたら、掃除機やウェットティッシュで掃除をするようにしています。7つ目の定期的な掃除は玄関掃除です。階段掃除をしているとちらつくのが玄関の砂ぼこりです。極力物を置かないようにして掃除をしやすいように工夫はしているのですが、意識をしないと後回しにしてしまうので、階段掃除と同じタイミングで掃くようにしています。以前はブラシと水で念入りに掃除をしていましたが、毎回だと大変だったので、今ではほうきでささっと掃くだけにしています。できれば楽してきれいを保ちたいという気持ちが根強い私たちは、いかに掃除をせずして汚れを溜め込まないようにするための工夫をしてきました。ここからはその掃除をしないための予防掃除を5つご紹介します。1つ目の予防掃除はフィルターでホコリの侵入を防ぐです。私の家では以前から洗面所とトイレの換気口にフィルターを貼るようにしています。今までは換気口にホコリがたまり、その都度ブラシと洗剤で洗っていましたが、今ではフィルターがホコリを吸着してくれるため、ブラシ掃除が不要になり、軽く拭いてフィルターを交換するだけで掃除が済んでしまいます。
使い続けているこのホコリ取りフィルターは換気口にペタッと貼り付けるだけで簡単に交換することができます。浴室ドアの通気口も同様にホコリがたまりやすく、構造上掃除がしにくい場所です。ここもフィルターで覆うようにしてからはホコリの蓄積がなくなり、見た目も気にならないのでずっと愛用しています。2つ目の予防掃除はラップで覆って汚れを防ぐです。どこの汚れを防いでいるかというと、洗濯機の排水ホースです。最近子供がいじって遊んでしまい、少し剥がれかけているので交換したいと思います。洗濯機周辺はホコリがたまりやすい上に、洗濯機自体も簡単に動かせないため、掃除がとても大変な場所です。特に排水ホースの蛇腹の溝にホコリが溜まってしまうと、取り除くのに大きな手間がかかります。ここをラップで覆うことで、ホコリの侵入を防ぐことができるので、とてもおすすめの方法です。3つ目の予防掃除は酸素系漂白剤で匂いとカビ予防です。洗濯時に洗剤と一緒に酸素系漂白剤を入れることで、通常の洗剤だけでは落としきれない汚れを除去でき、生乾き臭にも悩まされにくくなりました。私が何度もリピート買いしているのはワイドハイター EX パワーです。色物衣類にも使え、洗濯槽の防カビ効果を謳っているこの商品は、匂い対策と防カビ効果で、今では洗濯に欠かせないアイテムになっています。パッケージのインパクトが強いので、私はカインズの詰め替えボトルに入れて使っています。4つ目の予防掃除は、お風呂場は防カビ燻煙剤でカビ予防です。お風呂場は毎日のついで掃除できれいにしているつもりですが、天井や壁、細かな隙間や溝は手が届きにくく、カビが発生しやすい場所です。そのため、私の家では5年前から防カビ燻煙剤、通称防カビ燻を2ヶ月ごとに定期的に使用しています。浴室のものや子供のおもちゃを出す必要もなく、水を入れておくだけで煙が立ち上がり、90分間放置すれば完了するので、とても簡単に使えます。すでにできてしまったカビを除去するものではありませんが、カビの広がりを抑制する効果があります。この防カビ燻を使い始めてから、お風呂場の黒カビに悩まされることがなくなり、今では手放せないアイテムとなっています。5つ目の予防掃除は、コーティングで汚れを防ぐです。コーティングがあると汚れがつきにくく、また掃除も簡単に済ませることができます。これまで洗面台とシンクにはコーティング剤を使用してきましたが、今回は今使っている2つのコーティング剤をご紹介します。1つ目はスパイダーシールドという商品で、スプレータイプのコーティング剤です。このコーティング剤の最大の魅力は、
スプレーして水で流すだけという驚くほど使い方が簡単なところです。水が残った状態でも使えるので、めんどくさがりの私にぴったりの商品でした。スプレーをかけると水が玉になって流れ落ち、その撥水効果は一目でわかるほどです。効果は公式では1ヶ月持続とされていますが、実際に使ってみると1週間程度で撥水が弱くなってきました。コーティングをかける手軽さと確かな撥水効果は素晴らしいのですが、持続時間の短さと比較的高価な価格であるため、コスパは期待するほど良くないかもしれません。そしてもう一つ使っているのはコーティングクロスです。こちらは汚れを落としてしっかり乾燥させてからコーティングクロスをかけるタイプです。以前同じメーカーのステンレスシンク用コーティング剤を使用した時は、掃除後に専用クリーナーで磨く必要がありました。しかし今回使っているコーティングクロスはクリーナーが不要だったため、手軽にコーティングをかけることができました。コーティング後は乾燥時間が必要で、その間は使用できないため、外出前などのタイミングで行うようにしています。こちらがコーティングをかける前のシンクです。そしてこちらがコーティング後のシンクです。水はけが良くなり、見た目もトゥルンとして使っていてとても気持ちがいい状態になりました。ただ数ヶ月経つと水はけが悪くなっていくため、今後も定期的にコーティングをかけ直すようにしていきたいと思います。最後は私の家の大掃除を3つご紹介します。大掃除は年末や汚れが気になったタイミングで行うことが多いですが、日頃のついで掃除と定期的な掃除で家をきれいに保っているおかげで、以前と比べると大掃除はあっという間に終わるようになりました。一つ目の大掃除はキッチンの換気扇掃除です。普段はフィルターで覆ってキッチンの換気扇の汚れを防いでいますが、フィルターを剥がしてみると油汚れが徐々に蓄積され、ベタベタした状態になってしまっています。特に換気扇のファンは普段なかなか掃除ができないため、油汚れが固着しギトギトしています。とても頑固な汚れですが、まずはお湯と重曹できれいにしていきたいと思います。シンクに50度ぐらいのお湯をためて重曹を溶かし、ファンを15分ほど浸します。油汚れが柔らかくなってきたら、固めのブラシでこすっていきます。換気扇の汚れが一番手強く、お湯も使っているせいか、冬なのに汗だくになりました。お湯と重曹だけではまだベタベタしていたので、最後に中性洗剤も使って洗い流しました。換気扇掃除はフィルターを貼っているおかげで、年に一度で済んでいるので、とても楽になりました。2つ目の大掃除はカーテンの洗濯です。普段はあまり汚れが気にならないカーテンですが、
実は調理中の油煙や匂い、冬場の結露による湿気で汚れやカビがつきやすい場所です。そのため大掃除のタイミングには洗濯をすることにしています。先日リビングのレースカーテンを洗濯乾燥機で洗ったところ、シワができてしまいました。何度も伸ばそうと試みましたが、なかなか元の状態に戻らず、少し後悔しています。調べてみると、カーテンを乾燥機にかけると生地に大きな負担がかかり、シワや縮みの原因になるそうです。そのため最近は洗濯機で洗って脱水した後、カーテンレールにそのまま吊るして干す方法に変えました。この方法なら自然な形に戻りやすく、生地への負担も少なく済みます。3つ目の大掃除は、エアコン掃除はプロに頼むです。エアコンは奥まで手が届かず、自分でどこまで掃除ができるのか毎回頭を悩ませていました。数年前に初めてエアコン掃除を業者さんに依頼したら、真っ黒な汚水が出てきて、こんなにも汚れが溜まっていたのかと衝撃を受けました。それ以降、大掃除のタイミングでエアコン掃除は業者さんに頼むようにしています。利用したのは暮らしマーケットさんです。このサイトは引っ越しの際にも利用していますが、料金が良心的で、口コミを参考にしながら信頼できる業者さんを選ぶことができます。今回のエアコン掃除は1台7700円でした。掃除後は覗くと見えていたカビもきれいに取り除かれていて、暖房の効きも良くなった気がします。自分では対処が難しい場所の掃除は、プロに依頼するのも選択肢の一つだと感じました。はい、以上が家中のきれいを保つ掃除でした。動画に収めきれない細かな掃除もありますが、今回ご紹介した掃除を継続することで、お家全体のきれいを保つことができています。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。取れない。I can be away. You're up my body and letting go. You gotta let me away.